皆さん、こんにちは。幸子です。アニメや漫画が好きな人にオンラインで日本語を教えています。さて、今日のお話はアニメ薬屋の独り言についてです。私の大好きなアニメの一つなんですが、これを見ている皆さんは、このアニメが大好きか、多分見たことがある人が多いと思います。私の友達や生徒さんでもアニメを見ている人はとても多くて、特に女の人にはすごく人気があります。私も毎週新しいエピソードを見るのが楽しみで楽しみで、アニメーションも綺麗なので、このスマホの小さいスクリーンじゃなくて、ちょうど今映ってますけど、このプロジェクターを使って、この壁に、映して、映画館にいる気分で家族と一緒に見ています。大きいスクリーンで見るジン様はとても美しくて最高です。サムネイルのマオマオのパネルは今年の4月に東京銀座でやっていたエキシビジョン、展示会、薬屋の独り言展で撮った写真です。オンラインの日本語教師のお友達と行ってきたんですが、すごく楽しかったです。フォトスポットがたくさんあったり、アニメに出てきたアイテム、コスチューム、アニメの制作をしているスタッフや監督のコメントも見ることができましたので、本当に良かったです。お客さんもティーンエイジャーから私よりも年上の人までいて、幅広い世代のファンがいることが分かりました。今日はこの薬屋の独り言について、その魅力と好きなところと展示会に行ったから分かったことを皆さんにシェアしたいと思います。日本人のオタクが使う言葉も少し使って話します。このアニメを見たことがある人もない人も、好きなアニメの話をする時の参考にしてもらえたら嬉しいです。このアニメを知らない人もいると思うので、まずちょっと紹介すると、この薬屋の独り言はライトノベルが原作の作品です。ライトノベルはティーンエイジャーでも読めるシンプルでわかりやすい小説のことで、漫画のような可愛い絵がついているのが特徴です。転生したらスライムだった件、よく転スラと言われますが、この次に売れた日本で2番目に売れているライトノベルです。本当に大人気だったので、漫画にもなり、さらにアニメにもなりました。ライトノベルについては、詳しくはどうして人気長いタイトルのアニメのビデオで紹介していますので、見てみてください。ちなみに私はアニメを楽しみたいので、原作のライトノベルはまだ読んでいません。このアニメのストーリーは、このマオマオという薬や毒の知識がある女の子が高級に連れてこられるというところから始まります。高級では変な事件や病気があって、その謎を美しい宦官の人士とともに解くというものです。頭のいいマオマオが大変なことを一つずつクリアして事件を解決していく姿は本当にかっこいいですし、毎回次はどうなるんだろうとワクワクします。また、チンシとマオマオのゆっくり進むラブストーリーも物語のいいスパイスになっています。この物語は中国風の架空の国、つまり本当にはないフィクションの国のお話です。デザインは中国だけど、歴史アニメとは少し違う中華ファンタジーとも言われています。私が大好きなジャンルです。ここからはアニメの魅力、大好きなところについて3つのポイントで話します。大好きなポイント1、バランスが最高、ワクワクさせるストーリー。
今、バランスが最高と言いましたが、私は薬屋の独り言のストーリーはバランスがいいなと思ったことが3つあります。1つは謎解き、ミステリーのことです。と、恋愛ストーリーのバランスがいいということ。基本的にはミステリーがメインのお話なのですが、恋愛のストーリーもかなり面白いです。メインキャラクター2人のラブストーリーは、ちょっとスピードが遅すぎますが、そこもまた日本らしいですね。それから他のキャラクターたち、例えばマオマオのお父さんとお母さんの話など、感動する恋愛のストーリーがあって、いろいろなドキドキがあるアニメだなと思います。2つ目はコメディとシリアスのバランスが最高ということです。メインはミステリーなので、誰かが死んだり病気になったりお化けが出てきたりと少し怖いシーンもあるのですが、このマオマオの面白い顔を、展示で見てわかる通り、コメディのシーンもたくさんあって、このバランスもとてもいいです。3つ目はシーズン全部と1話を見た時のバランス。このアニメは一つのエピソードだけでも面白いですし、1シーズンで20回以上続くエピソードのストーリーもまた素晴らしくて、全然飽きません。しかも時々見せ場と呼ばれる歌のシーンが出てきたりと、まるで映画を見ているみたいです。ずっとワクワクドキドキさせられます。見せ方が上手だなぁと感心してしまいます。こんな感じでいろいろなバランスが最高なストーリーが本当に気に入っています。大好きなポイント2、個性的すぎるキャラ、変人でオタクな主人公マオマオ。このアニメではかなり個性的な人が出てくるのですが、その中でも一番個性的なのはやっぱり主人公のマオマオです。マオマオはとても可愛くて頭も良くて面白いキャラクターですが、他のアニメのヒロインと違ってオタクで変人な部分があって、他のキャラクターから何この人と白い目で見られることも多いです。マオマオは薬と毒のオタクです。珍しい薬草を見つけると目がキラキラして猫のように小さくて可愛いキャラクターになります。綺麗なジュエリーなんて別にいらない。それよりもレアな草が欲しいという感じでみんなにびっくりされます。毒を少し食べた時にはかなり興奮していて、わあ、普通じゃないなと思ったくらいです。男の子の変人、オタクの主人公は、例えばドクターストーンのセンクですとかいますけど、こんな個性的な女の子の主人公はアニメの世界ではかなり珍しいと思います。でもそれがまたいいんですよね。他のアニメとは違うユニークなところ、薬と毒のオタクだから他の人がわからなかった謎も解ける、そんなかっこよさがあります。好きなものがある人ってキラキラして見えますよね。そうして毒のようにマオマオの魅力にハマってしまう自分がいます。大好きなポイント3、美しいアニメーション、ジン様も背景も神作画すぎる。今、神作画って言いましたが、このアジェクティブの神プラスナウンで本当にすごい、素晴らしいという意味がありまして、アニメのことを話すとき、その絵のグラフィック、アニメーションが素晴らしいという意味で、オタクが使う言葉が神作画です。綺麗なアニメが見たいときは、
神作画アニメで Google 検索すると綺麗なアニメだけが出てきます。話を戻しますが、ジンス様はこのアニメの中で偉いポジションにいる美しい男の人なんですが、とにかく美しく描かれています。特に女装、女の人の服を着た時のジンス様はすごかったです。このアニメには美しい妃、皇帝の奥さんがたくさん出てくるのですが、その美しい妃たちよりも男のジンス様の方がもっと綺麗に描かれているのがとても面白いです。展示会に行って分かったのですが、ジンス様のこのまつげの長さも設定が決まっているそうで、一番彼が美しく見えるようにシーンによってまつげの長さを変えているそうです。そんな設定の人、今まで見たことがありません。アニメを作っているスタッフの強いこだわりを感じます。それからキャラクターだけでなく、その背景もまたこのアニメの素晴らしいところです。こちらの写真は朝、昼、夕方の背景を描いたものですが、夕方だけでもこんなにたくさんあります。同じ時間の同じシーン、こんなに種類があるのは本当に珍しいそうです。シーンに合わせて空の色を少しずつ変えている。こんな小さいところにも力を注いでいるのがすごいです。あと、建物もまたすごいです。私は大学の時、中国の歴史を専攻していて、皇宮についても勉強しましたし、この建物のモデルだと思われる中国の紫禁城にも行きましたが、デザインがとてもよく似ていて本物っぽい感じがしました。建物だけじゃなく、建物の中や庭もそうなんですが、よく描かれていて、まるで中国に本当にあった国のように見えました。ファンタジーなのに本当の話のように見えるのは、こうしたリアリティのおかげだと思います。ということで、薬屋の独り言について語ってみました。大好きなポイント3つをもう一度言うと、バランスのいいストーリー、見たことがない個性的な主人公、神作画、この3つのポイントでこのアニメが大好きという話をしてみました。こんなにいろいろすごいアニメがたくさんある中で、ここまでパーフェクトなアニメは少ないと思います。他のアニメとはレベルが違う。最近の言葉で言うとレベチだと思いました。パーフェクトとは言いましたが、少しだけこのアニメの中で気になるポイントがあります。2つあるんですが、1つ目がだんだんストーリーが大人向けになってきているということ。実は娘たちとこれを見ているんですが、最初はミステリーがメインだったので、子供と一緒に見ても問題がなかったのですが、最近のエピソードは恋愛のシーンも、こっちがドキドキしてしまうシーンも多くなってきて、子供と一緒に見るのが恥ずかしくなってきました。あと、マオマオが話している言葉は結構小さい子供には難しすぎて、ティーンエイジャーより小さい子供にはあまり面白くないそうです。もう一つはキャラクターの名前が覚えられないということ。英語バージョンで見ている人はわからないかもしれませんが、実はこのアニメキャラクターの名前ってすごく珍しくって、みんな漢字の名前なんですが、日本語の読み方じゃなくて中国語の読み方をする名前もあります。例えば主人公のマオマオ、これは日本語の読み方ではないのはわかりますよね。日本語だと
猫猫と書きます。日本語の音読みで言うとびょうびょうとかになりますが、マオマオは中国語の読み方です。ちょっと音の高さは違うんですけど、マオマオですね。あとリファ様、リファとか、シャオラン、ガオシュン、これも中国語の読み方です。でもジン様や玉葉妃、李白、このあたりはみんな日本語の読み方をしています。こうして中国語の名前と日本語の名前がミックスしているので、人の名前を覚えるまでこの人の名前はどうやって読むのかなってよく迷ってしまいました。全部を日本語だけにするでもなく、中国語だけにするでもないのは、この国がどこにもないファンタジーの国の話だからなのかもしれません。さて、大好きなアニメなのでこんなに長く話してしまいましたが、薬屋のファンの皆さんはどう思いましたか？まだ見てない人はぜひ見てみてください。日本語の勉強に見るのはレベルが高すぎるのですが、完成度の高いアニメですので本当におすすめです。このチャンネルではアニメや漫画について優しい日本語で話をしています。皆さんがもっと日本のアニメや漫画を読んだり見たり楽しめるようにお手伝いができたら嬉しいです。それではまた。